はい、始まりました。今回は新しいシリーズが始まります。新しい試み新しい試み、はい。なるほど。2色編が終わりまして、大団円を迎えた。大団円を迎えまして、はい。3色編に行くのかと思いきや、はい。3色編はちょっと2色の組み合わせなんでそらありますよ。もちろん3色のカードでしか使わないやつとかありますけど、3色4色5色は組み合わせてください。まあね。はい、そうですよね。まあね。なんで今日はまた赤単に戻ります。なぜか。なぜか、なぜか戻ってきちゃった。最初に戻ります。大丈夫かなみたいなね。で、今日はこれから赤単の統率者を始めようと思っている人におすすめの統率者を何体か選んできました。はい。で、今日は4体選んできましたんで、はい。各色によって何体になるかっていうのはちょっと分かんないかもしれないですがおすすめしない可能性がある。いやいや、おすすめはします一応各色何体かおすすめしますんで。おすすめされなかった色があるんですね。いやそんなことないです。ちゃんとしますんで今回は。はい。で、今日は4体紹介しようと思います。赤単で。はい。で、まず1体目はい。から発表させていただくんですが、永遠州ネヘブ。はい。これ結構ね、はい。日本ではあんま人気ないかもしれないけど、あ、そうなんですか。はい。海外人気はあるタイプの統率者でしょ、多分。なんか再録された時も新しい絵で横の顔になってましたもんね。だから人気があるからあれされてるわけですからね。そうだよね。はい。こいつ思い出深いエピソードがありまして、はい、僕がはい、ティームさんに統率者面白そうなのないですかって一番最初におすすめしてもらった作ってもらいましたデッキがこいつです、はい、めちゃくちゃ思い出深いです、はい、一応能力まず説明させていただくんですが、はい、5マナ46です、はい、で、可逆3っていうのを持ってまして、はい、こいつがブロックされた状態になるとその防具プレイヤーは3点ライフを失います、はい、で、あなたの戦闘後メインフェーズの開始時にあなたのマナプールにこのターンに対戦相手が失ったライフ1点につき赤1マナ加える、はい、最低でも3マナは加えられると。そうですね、こいつが攻撃すれば、はい、例えばどんなカードが入ってくるのかって言いますと火炎の裂け目、はい、2マナのソーサリーで各プレイヤー4点オールっていう呪文あるじゃないですか、で4点オールを先に打つんですよ戦闘の前に、はい、ってことは4444なんですけど一応3人なんで12点与えてるという状態で戦闘入って、こいつが4点通りましたと、ってことは16マナ16マナ戦闘が終わった後16マナ出るんですよ、はい、でその後になんかでかい呪文、例えばややの昇進猛火っていう、はい、X 火力ですね、3人に X 火力っていう、だったりとか、はい、でかい呪文を打ち込んだりとかして、はい、で要は再戦闘、その残ったままでしちゃったりなんかすると、なぜかダメージは引き継がれて今16点プラスされた状態で再戦闘その16マーでさらにね点数ダメージ与えれば、それプラス例えば30何マーとか出ちゃうっていう、やばいですね一応追い打ちっていうカードで無限戦闘できるっていう勝ち筋があるんですが、はい、ここからは想像してほしいんですけども、はい、横を並べてって殴ってもいいですし、はい、殴ってもマナ出ますからね、出ますからね、はい、点数出してもいいじゃないですか、はい、とにかく点数出す呪文、2点オールとか、そういうのあるじゃないですかいっぱい、はい、で手札を回すカードっていうのはある程度使い道が出た後にセブンドロケ手札いっぱい引けるカードをとにかくもう使いまして、最終的にバカデカ呪文何でも打てますんで。何でも打てますね。何でも打てますよ。何でも打てます。はい。だから楽しそうじゃないですか。そうね。楽しそうですよね。でこいつはだからバカデカ呪文これ使えねえなって思ったカード収録されてきてもさ、はいはいはい、大体使えるんで。大体使えます。こんなバカデカ呪文誰が使うんだよと思ってる人はこいつに使えます実はこんなの誰が使ってんだよと思ってる人いると思うんですよこいつのために収録されてますはい、だから今ね浮かんでるバカデカ呪文使えますんで、はい、こいつおすすめですということで、はい、で、2枚目の逃走者になるんですが、はい、
これもちょっと思い出深いカードになるんですが、シュチドウの族長トープラン、はい、なぜ思い出深いか話していいですか。まず名簿を作った後に、僕が初めて自力で、やってみようということで、選んだ逃走者がこいつなんですよ。なるほど。自力でやろうと思ったんですが、能力説明させていただきますと、赤4マナトリプルシンボルです。4マナ24のあなたがコントロールしている赤の発生源が対戦相手か対戦相手がコントロールしているパーマネントにダメージを与えるなら、代わりにそれはその点数に2を足した点数のダメージを与える。なんでこれ何がいいかと言いますと、対戦相手だけなんですね。そうですね。でいろいろ調べまして、一番こいつのデッキで輝くカード一番発見したんですが、この動画ではたびたびよく出てくる戦闘横の先入者という誰も知らないカードこれ何回これ誰も知らないカード紹介してんだっていう3マーのクリーチャーコモンでして3-2です。でこいつがタップ状態になるたび各対戦相手に1点のダメージを与えるというカードなんですが、コモンですよ。20円ですよ。再録もされてないですよ。売り切れちゃう、大丈夫かな。なんですが、こいつトープランですと3にまず殴りますと、で1点飛びます。それが2点になります。3点オールです。でさらにこいつの3のダメージが2増えるんで、5になるんで、3点オールの5、やばくないですか。削れてるダメージやばくないですか。いや強いですねこれが。なんとこんな謎のコモンカードめっちゃ強く使えるっていう。それがね、これ発見した時ね、歓喜しましたね僕。であと例えば呪文ショックっていう、3マーのエンチャントで呪文を唱えるたびに2点ダメージを食らうっていうようなエンチャントがあるんですが、その2点をとにかく食らうのが自分だけは2点で、相手は4点食らってくださいということができている。で無限ストーンも止められるということで、で天使カードは消熱の合流点というカードだったりっていうのが有名なんですが、対戦相手に2点とアーティファクト1個赤い場のクリーチャーに1点オールっていうのを3つのモードから3回選べるんですが、対戦相手に2点オール2点オール2点オールっていうのを選ぶと4点オール4点オール4点オールになりますよね。でアーティファクトを破壊してもいいですし、1点オールも自分の場のクリーチャーだけは1点オールなんで、相手は3点オール相手だけ流せるみたいな使い方もできます。でこいつ想像していただきたいんですけど、またダメージを稼ぐ手段って探すの楽しいです。いっぱいありますよ。今想像していただいてるダメージを稼ぐカードっていっぱいあるじゃないですか。それが2増えるんですよ。めっちゃ楽しそうじゃないですか。これがね2増えることによってダメージ効率がね全然違うんですよね。全然変わるカードいっぱいあるんで、いっぱいありますよね。コーブランみたいな逃走者で輝くカードというのはいっぱいあります。いっぱいあります。でこいついいところは味変ができるっていう。皆さんも多分ご存知のいろんなカードあると思うんですが、こいつに類似した逃走者いっぱいいます。微妙に違うけどね。微妙に違う類似した逃走者いますんで、どれぐらいの違いがあって言ったの醤油ラーメンと塩ラーメンぐらいの違いなんですけど、逃走者の中に入ってるデッキの8割方をそのまま移行して、その逃走者できたりしますんで、だからこいつおすすめですということで。で3体目の逃走者いきたいんですけども、次は火事の神パワフォース。こいつは思い入れは特にないです。一応やりました。次にやりました。能力説明しますと、4マナ6号の神です。破壊不能です。で心身が5未満だとクリーチャーではありません。エンチャントになります。で他のクリーチャー1体があなたのコントロール下で戦場に出るたび、パワフォルスは各対戦相手にそれぞれ2点のダメージを与える。で場にクリーチャーがとにかく出れば2点ダメージ与えますんで、ダメージをとにかく稼いでいきます。で下一応おまけついてまして、3マーであなたがコントロールするクリーチャーが1-0修正。これ起動してるの見たことないんだけど、起動してることはほぼないですが、横並びとかしてたらたまにあるワンチャンあるかもしれないという。これで例えば入ってくるカードっていうのは、
いわゆるギャンコマっていう、5マナのゴブリンとか、倍に出た時に3体ゴブリン出すっていうクリーチャーなんですが、そういう本体を含めまして4体になるということで4体出てるってことは8点オールやばいっすねトーブラなんか出てた日には倍にすごいことになるんですけどねトーブランは場に出た後に追加で2加えるんで4点オールなんで相性いいです。トーブランも入れてあげてください。新進も稼いできた。新進も稼いで確かにあと代表的なパワフォロスで入ってきていいなっていうカードになりますと、二の足踏みのノリンっていうカードがあるんですが、これ恋のデッキにしか入ってねえじゃないかなすごいですよね、これ1マナのクリーチャーでして、2-1なんですけど、プレイヤーが呪文を唱えるか、クリーチャー1体が誰か攻撃した時にこいつ追放されます。なんかちらっとはいで次の終了ステップに戻ってきます呪文を唱える、そう唱えるだろうっていうで攻撃するだろうっていうだ毎ターン戻ってきますでしかも各プレイヤーの終了ステップに戻ってくるんで、毎ターン2点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 オールなんで、かなりダメージ効率はいいですよね、そういったカードでダメージ稼ぎつつ、あとフィニッシュダウンはいろいろあるんですが、例えばニヤニヤ笑いのイグナスっていう3マナのクリーチャーが赤1マナで手札に戻した時に赤1と無色2を加えるっていうクリーチャーいるんですけど、これもしビルギみたいな赤1マナを生み出せる状態で出すと無限出し入れっていうことができるので、無限出し入れすればパワフォロスで無限ダメージということになりますんで、そういうフィニッシュダウンも一応あります、ここからまた想像していただきたいんですが、並べるカードいっぱいありますよねなんかクリーチャーたくさん出てきちゃうやつね、トークン出していくようなゴブリンとか、想像しただけでも5体ぐらいいるんじゃないかっていう思いますよね。今結構いますよねそれとかもう追加されるごとに横展開のカードっていうのは結構追加されてきますんで、その度に楽しめるんじゃないかなという。そうですね。これ入るかな入らないかなって言いながら、これ入れ替えるかなどっちかなってね一応赤単では結構楽しめる構成になってますので、で次の闘争試合いきたいと思います。次はこいつ紹介しないわけにはいかないかなと思いまして、僕のメインコマンダー青銅血のパワフォロスになります。またパワフォロスじゃねえかってね新進がどんだけあるんだと能力先に説明させていただきましょうか。一応1000人いったらあれしようと思ってるんですが、5マナの76破壊不能のエンチャント神です、であと赤いの新進がゴミマンである限りクリーチャーではない、で他のあなたがコントロールしているクリーチャーは速攻を持つ、こいつがいる状態で他のクリーチャーは全部速攻を持ってます、これはスニークではありません、で3マナでスニークみたいなことをするんですが、手札から赤かアーティファクトクリーチャーを1枚3マナで場に出していいんです。で次の終了ステップに生贄に捧げるということなんですけども、ちょっとスニークとは違うんですよね。速攻がこいつが付与しているということなんで、だからかなり僕好きなんですよ。あんまり紹介しちゃうと1000人行った時に紹介できないんで、軽くちょい見せごめんなさい、ちょい見せしますけども、例えば代表的なので言いますと殺戮の化身っていうバカデカファクティがいるんですけども、誰が使うんやつですねよく逃走したセットとかでこれ誰が使うんだよって言って入ってますよねで何マナだったか忘れちゃったんですがめっちゃ重いファッティで全てのクリーチャーが2段攻撃を持つっていうちょっと尋常じゃないことが書いてある本人のサイズもやばいでもこれスニークで出しますと、それ普通に出てきてそのターンは自分のターンは2段攻撃なんで、その後死ぬからかけないと、2段攻撃とかパワーが倍になったりとかするクリーチャーいっぱいいますんでそいつとかを出してって、あとは例えば加工の乱暴者っていうカードがあるんですけども、こいつは6マナの66のこれ懐かしいカードなんですよね。結構古いカードでして、スベソレとかに出てました、エコーとか書いてあったりエコー書いてありますエコーは使いません6マナで66で6マナのエコーです、だからもう次のターンは帰ってきませんどうせ帰ってこないけど通常キャストしたとしても帰ってこないそうですで場に出た時に他の各クリーチャーにそれぞれ4点のダメージ
ということなんで、何に使うかって言いますと、3マナでスニークして場に4点オール、という起動型能力の全除去ということになります。結構強いです、とかすることも一応できますということで、そういった形で殴ってって、最終的には例えばなんですよ、例えばフィニッシュダウンも殴っていくんですが、5度割愛しますが、5度をエンド時にスニークして縦の兜をメインでつけると5度の無限コンバット決まるというので勝ったりとかします。そうですね。基本的にはそのファッティを叩きつけて殴っていくデッキなんで、これまた想像していただきたいんですが、赤かアーティファクトのファッティいっぱいいますよね。入れたいカードあるでしょ。入れたいカードありますよね、皆さん。誰がこのカード使うねんって思ってたファッティ入れられます。速攻で殴れます。ですよね。そうですね。そこがいいところ。このファッティのデカブツ、これ何に使うんだろうって思ってた人、スニークしてください。スニーク需要っていうのもありますんで、そういった形で一応今回は4体の逃走者紹介させていただきました。はい。赤単4体、いかがだったでしょうか。一応どれもですね、コンセプトがはっきりしていて、そうですね。今後追加されてくるカードでもデッキ自体変更していけると。そうですよね。いうのを選んでいますんで、おすすめになってます。他にも赤単な逃走者でおすすめの逃走者ありましたらコメントをしていただければと思いますんで、チャンネル登録なんとかお願いします。1000に行ったらパワフォルス紹介しますんで、1万円逃走者の紹介かもしれない。じゃあ今回の動画は以上になります。おしまい。